S2000 チューニングプロジェクトボリューム5、前回からちょっと時間が空いてしまいましたが、ご覧のように S2000 の開発ですね、一応今も順調にやっております。ご安心ください。前回、ボリューム4のところでは、HKS の GT スーパーチャージャーを装着して260馬力という仕様で、テストコースの方に持ち込み、ちょっと最高速の計測であったり04の計測を行ってきましたが、260馬力で最高速246キロというのを記録しました。ただですね、前回までは燃料系がノーマルということで、このようなリストリクターでブーストの制限を行っていましたが、今回のボリューム5では燃料系を強化して、さらにブーストを上げて、GT スーパーチャージャー本来の性能を引き出していきたいと思います。車の方はですね、すでに仕様変更の方は終えていますが、今回の変更した仕様の方を簡単に説明しますと、まず GT スーパーチャージャーは前回と同じ HKS の GTS7040、そして燃料系を変更していますが、こちら燃料ポンプの方ですね、純正がだいたい100リッター程度のポンプに対してHKS の220リッターの容量のポンプに交換しています。続いてインジェクターの方なんですけれども、純正が約 310cc のところ、HKS の 650cc のインジェクターに交換しています。また、ボリューム1から3のところで紹介してきました、排気系の部品ですね、こちらの HKS のエキゾストマニフォルドと HKS のメタルキャタライザー、こちらも合わせて今回は装着しています。そして前回のテストコースでの全開試験の際にこのように破損してしまいましたアイドラプーリーのプーリーですけれども、今回新たに設計を見直しまして、より高回転に対応した高耐久のものに交換しています。それと駆動系ですけれども、前回の260馬力までの仕様では純正のクラッチの方で十分対応できていましたが、今回よりパワーを上げていくということで HKS の LA クラッチの方に交換しています。そして足回りですけれども、前回までは既存の HKS ハイパーマックス3スポーツを装着して実走行をテストしてきましたが、今回ちょっとですね仕様の方を見直しまして、新しいセッティングを施したダンパーを装着しています。それではこちらの仕様でこれから車種台の方に持ち込んでセッティングの方を行っていきたいと思います。ということでセッティングの方が終了しました。今回目標を350馬力というところで設定していましたが、セッティングの結果ですね、350馬力は軽く超えてしまいそうでしたので、エンジンの方がノーマルということもあって、強度の方を考慮しまして、今回もこのリストリクターを使ってパワーの方は制限しています。でその結果ブースト約コンマ6キロで 354.2 馬力という結果になりました。ノーマルエンジンでブーストコンマ6キロで約350馬力ということで、このエンジンと、HKS の GT スーパーチャージャー、特にこの VTEC とスーパーチャージャー下級機の組み合わせ、非常に、いいところに来たと思います。こちらのパワーグラフの方を見ていただきますと、前回ボリューム4で紹介しました
スーパーチャージャーのポン付け仕様、ノーマルインジェクターの仕様から比較すると、パワーの差は明らかですね。約だいたい100馬力ほどパワーアップの方はしています。でまたピークパワーの発生回転数も前回約7500付近だったところが8000回転を超えたところぐらいまで、高回転域でピークパワーが発生しています。これによってですね、実際、乗った時にですね、回せば回すほどパワー感がついてくるような、そういうようなフィーリングとして体感できると思います。また今回は、ボリューム3で紹介しましたように F コン AS で VTEC の切り替えのポイントを純正の約6000回転から一気に2000回転落として4000回転に変更しました。これはですね、だいたい NA ですと5500回転付近に変更するのが一番ちょうど良かったんですけれども、今回 GT スーパーチャージャーを装着していますので、低回転から下級機でより多くの空気を押し込むことができます。そのためこのようにかなり低回転に振っても、ハイカムに対応できるようになっています。今回のテスト結果では約350馬力という出力でしたが、実際にはスーパーチャージャーの容量的にはもう少しブーストも上げられるでしょうし、ピークパワーの方も引き上げられると思います。ただしですね、ここからさらにパワーを上げていくにはやはりエンジン内部にも手を加える必要があると思われますので、手軽に GT スーパーチャージャーをポン付けして楽しむにはだいたいこの辺りがベストなのではないかなと思います。それでは、車種台でのセッティングテストが終了しましたので、これから実走行の確認を兼ねてテストコースの方で実走行を行っていきたいと思います。今ちょっと3速8000ぐらいでばらついたんで一回帰ってきます。どうなんでしょうね。これで見てもらって治ればいいですけど、もし踏んでくっていうんだったらそのまんまいけちゃうのかもしれないですけど、いやちょっとまずいですね。まずいですよね。250ちょっとでストーンと落ちましたね。マジっすか。250ちょい出たところで力抜けて、でまずいなと思ったんでそのまま惰性でここまで来ました。なんか随分いけそうな感じあったんですけどね。6速何回転だろうな、8700とかそれぐらい回ってたと思うんですけど、残念ですね。はい、ご覧のようにですね、テストコースでの実走行のテストが終了しました。で、こちら見ていただければ分かるように、こちらの銀色の AP1 の方ですね、今回の実装テストでエンジンの方が破損してしまいました。
実際乗っていただいてフィーリングとはいかがでしたでしょうか？今回の仕様はもう本当に下のトルクから中間トルクから2リッターだっていうことを忘れちゃうぐらい、しっかりトルクが出てて、で VTEC の切り替えポイント落としてたんですよね今回ね。そうですね、純正がだいたい6000ぐらいのところを、今回4000回転まで落としていました。で落としてたっていうことを気づかないぐらい中間トルクがすごいしっかりしてるというか分からなかったんですよね、スタートしてって、まあ1周ぐらいだったんですけど、でそこから最高速確か250ちょっと出てたと思うんですけれど、そこにつながるまでの感覚がもう前回に比べると、前回はバンクの次のバンクの手前でやっと最高速出る感じだったんですけど、もうバンクの中の出口のところから250到達しっぱなしでずっと出てくるような感じで、最終的にその調子悪くなる手前、でおよそ8500ぐらい回したと思うんですけれど、なんかそのまんま吹け切っちゃうんじゃないかなっていう、6速9000回転までいっちゃうんじゃないかなっていうぐらいの力強さがありましたね。なんであそこでストンと力が抜けなければ、そうですね、っていう感じはありますよね。そうですね。でですね、今回実は、こちらの AP2 オートサロンにも展示しましたこちらの AP2 の方も、試しに持ってきてみました。乗ってみて、橋本さんいかがでしたでしょうか？まあ、2リッターに対して 2.2 リッターということでもともと低中速得意なところがあると思うんですけれど、それ以上にというか、もうなんだったら 2.4 リッターなんじゃないかなっていうぐらいの下の力強さがあって、AP1 に対して1のチューニングモデルよりももっと下があるなっていう感じで、正直発進はもうタイヤがもうちょっとグリップあるのが欲しいからS タイヤとかね入れちゃいたいなっていうぐらいの力強さがありました。でもともと 2.2 リッターの S2000 って8200でしたっけぐらいがレブリミットなんですよね。でそこまでしか回らないんで、結局6速吹け切りまで回っちゃったんですよね。最高速自体は247キロでしたっけ。だから6速のレブでレブリミッターが当たって最高速が伸びなかったっていうような状況でしたね。レブがもうちょっと上がってれば最高速ももう少し伸びたんじゃないかなっていうようなところですかね。あとは04を計測してみましたけれど、13秒2が出て、随分速いなって感じですね。そうですよね。前回銀色の AP1 の260馬力の仕様で、約14秒フラットぐらいでしたので、そこからかなり全然また別世界に 2.2 リッターベースだといけるんだなっていうことがよく分かりましたし。下のトルクがすごいあるんで、今3500とかでスタートしてみてちょうどいいかなっていう感じですね。0-100キロ 5.3 秒、04がいくつでしょう。13秒2。速い。0-100キロも 5.3 秒っていうタイムが出てたんで、前6秒、2.2 リッターのノーマルが6秒半ばぐらいだったと思うんですけど、おそらくそのぐらいだと思います。そこからすると全然違う感じなんで、もう発進が難しいなっていう逆にこうトルクフルすぎちゃって、それぐらいの力強さがありましたね。だから本当こっちはこっちでまた別の世界見れて面白かったなっていう感じで、一応この車今ちょっと、この銀色の AP1 に対しては、若干こうブースト抑えめで、今だいたい310馬力ぐらいの仕様なので、もう若干もう少しだけパワーアップはできるかなと
考えてます。ただ無理してる状況じゃないのにそれぐらいの力強さがあるっていうのは 2.2 リッターの魅力ですよね。やっぱりね NA の状態でも、はい、結構その2リッターの差って大きく感じると思うんですけど、まあ下級機つけてもやっぱその差は随分ありますね。あるということですね。はい。では次回、こちらの AP1 の方ですね、修復してリベンジしていきたいと思いますので、橋本さん次回もよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。